皆さんこんにちは。決算シーズンも株価の大きな反応、引きこもごもありましたけれども、基本的に決算は発表前の事前の期待値と実際に発表される業績、あるいは次の年の計画値といったところがハードルを超えてくるかというのが株価に影響を与えると、そしてその事前の期待値というのを分析するのは決算シーズンピーク入る前にご紹介しましたので、今回は発表された決算の実績や計画値がそれぞれの銘柄においてどのように評価されたか、つまり株価がどういう反応をしたかというのをまとめたいと思います。その中で決算内容が本当にダメだった銘柄、リアルクソ銘柄と、そんなに悪くない決算なのに株価が逆の方向に動いているんではないか、騙しの動きを見せている銘柄というのをご紹介したいと思います。今回もぜひ最後までお付き合いください。まずはいつも通り決算の総括動画でご紹介している業種別の好不調について、今回は2月あるいは3月決算の銘柄を対象として、縦に東証33業種、横には左から順番に第4四半期の実績成長率、そして前期1年間を通した実績の成長率、またその決算がどれくらい事前予想と乖離していたかサプライズと、今進んでいる今期について会社発表とコンセンサス予想の乖離幅、今期予想のサプライズという4項目で業種ごとに平均しています。そうすると一番右側、今期の予想サプライズというのは、おおむね日本企業は保守的な予想を出しがちですけれども、それを踏まえてもあまりに見通しが悪い業種というのは、番号で5番、6番、8番の繊維製品、パルプ、紙、医薬品といったところが引き続き見通しが悪い業種になってくるかと思います。また12番の鉄鋼に関しては前期今期ともに事前予想を上回る結果となっています。想定されているよりも業界の環境はまだマシというところで株価反応についてもプラスの反応出ていますね。また17番の輸送用機器、トヨタをはじめとする自動車関連の業種ですけれども、こちら今期の予想サプライズがマイナスの 12% となっていて、株価の反応もマイナス 2.3% と、足元のところでは自動車関連の銘柄非常に先行されてきていますが、今期の予想についてはかなり慎重になっている。マーケットの予想よりも 10% 平均で営業利益が減りそうだと見込まれています。このあたりはですね、為替レートの想定水準なども影響してくるかと思いますけれども、あとはですね、前期非常に好調だと四半期ごとに動画で述べていた20番の電気ガス業、サプライズについても実績値はプラスの 21% と大きめに出ていますが、今期の予想についてはマイナスの 6% と、マーケットの期待を平均的に下回る結果となっています。このあたり一番右側の今期の予想のサプライズですね。会社の見通しとマーケットの見通し、どの業種が今期伸びてきそうかというのを予想して投資する上でご参考にしていただければと思います。それでは当チャンネルで決算分析どのように行っているか簡単にご紹介しますと、以前にもご覧いただいたスライドですので、もう理解しているよという方は飛ばしていただければと思いますが、使っているデータに関しては、東洋経済社が出している指揮法、ここに記載されている業績あるいはマーケットの予想値となっています。直近書籍で出たものは3月中旬、そして四半期ごとに出ますので、その前が12月の中旬となりますけれども、その中で各社出ている左下の売上営業利益、経常利益、純利益、この項目において網掛けになっている部分、予想値ですね。これがどれくらい四半期の間に変化してきたか。例えば12月末の時点よりも非常に業績が上振れていると期待されている銘柄。逆に以前予想されていたよりも利益が減りそうだとハードルが下がっているような銘柄。これが決算までの3ヶ月、どれくらい変化してきたかというのを数値で取ります。銘柄ごとに決算に対するハードルがどれくらい上げ下げ生じているかというのを把握するわけですね。そして答えとして実際の決算が発表された。それが直前のハードルに対してどれくらい乖離しているか。この2段階に分けて銘柄の決算をそれぞれ評価していくわけですね。そして評価していく項目については、先ほど業種別の項目でも登場したように、実際の前期の数字と今進んでいる今期の予想ですね。この2つについてそれぞれ2段階ずつ見ていくわけです。ですので 2×2 で4項目出てくるということですね。ちなみに当チャンネルでは FY という表記をデータアクセスの都合上、年度終わりの年を記載するという海外方式の表現で統一いたしますのでご了承いただければと思います。それではまずは決
決算発表直後に株価が大きく上昇した銘柄、これを順番にご覧いただきますと、上からユニプレス、堺化学工業、住石ホールディングスと、さらに期待成長率の高い銘柄、ローツや東和など話題の銘柄が入っています。そして横軸には、先ほどご説明した年末時点でのマーケット予想。これが決算までの間、四半期にどれくらいマーケットで期待値が上げ下げされたか。それを前期と今期、それぞれで変化幅を取ったものが、この間に挟まれた列のデータになってきます。さらに実際、会社が決算を発表したその数字とマーケットのハードル、どれくらいサプライズが生じたか、前期と今期それぞれで計算しているデータというのが右側の4列になってきます。そして決算発表直後の株価の反応で大きいものから並べ替えを行ったリストがご覧いただいているものですね。そうすると色のコントラストをご覧いただいたときに一番まんべんなく一律高い数字が出ているように見受けられるのは右側の今期の会社予想ですね。これが事前予想よりもサプライズの幅が大きい営業利益について、マーケット予想よりも会社の見通しの方が高い数字を出したサプライズがプラスの数字になっている銘柄が非常に株価反応にとってもいい傾向が見られるということは、株価の反応に対して非常に重要な項目なのは、前期の実績値よりも今期の予想値であるというのがこちらのリストからは示されるわけですね。また事前のハードルについて高くなりすぎているものについては株価反応出にくくなりますよと前回の動画申し上げましたけれども、逆にこのあたりですね、青い銘柄が目立つ。つまり四半期の間にマーケット予想が下がった銘柄ですね。利益が減りそうだと予想されていたようなハードルが下がっていた銘柄についてはプラスの株価反応が出やすいというような傾向。わずかですけれども、青の丸で付けている芝浦メカトロニクスや日本電子材料といった銘柄で現れているというわけですね。ただ実は今ご覧いただいたリストとは逆で株価反応がマイナスに大きく出たもの、これに対して事前予想がハードル高すぎたというものの方が目立ちます。つまり優位性が高そうだということですね。実際会社予想に関しては一番右側ですけれども、営業利益非常に青い、つまり事前のマーケット予想よりも少ない利益水準で発表した期待外れの銘柄というのが多く並んでいる。当然その方が株価反応についてもマイナスのインパクトが出てくるわけですが、それに対して上位の銘柄たち、事前のマーケット予想というのが四半期の間に非常に情報修正されてきた。期待値が膨らみすぎたために株価反応としてもマイナスに出る非常に顕著な銘柄が上位5銘柄で並んでいるのが、いかに事前のハードルが上がりすぎた銘柄が危険かというのを特徴的に表しているものかと思います。ですのでこのあたり次回以降ですね、決算直前にマーケット予想がどれくらい上積みで期待値上がっているかというのを見ていくのが危険度の察知に使えるんではないかというご紹介になります。それでは今ご覧いただいていたそれぞれの項目、期待値の上乗せ幅であったり、実際の決算発表におけるサプライズ、それが営業利益と売上高で順番に出ていましたけれども、その項目を全部逆に並べたときに、先ほど一番右側の列があまりコントラスト出てなくてまんべんなく株価反応に正の関係性が出ているというふうに申し上げましたので、一番右側の列から株価の反応に対して重要度が高いんではないかと思ったときに、ご覧いただいている項目、左側の4列というのが決算発表における事前のコンセンサスからの乖離幅、サプライズの大きさですね。そして右側の直近の期待と書いてあるものが四半期の間にどれくらいマーケットで上げ下げが起きたかという項目になってきます。先ほどまでご覧いただいていたリストと逆転させて左から順番に寄与度が高いんではないかと見ていくわけですね。そうすると決算発表によって株価非常に引きこもごも大きな反応を見せますが、全体で平均すると一番上、マイナス 0.1% の反応。つまり押しなべて今回は上にも下にもいろんな銘柄で反応出ましたが、平均するとゼロ近辺になってくると。そこからですね、まずは一つ目の条件、今期の営業利益のサプライズがプラスだった銘柄というものを集めてきて平均取ると、当然株価反応はプラス 2.6% に出てくるというわけですね。つまり全体から計算サプライズで今期の営業利益が予想を上回る
銘柄だけピックアップすると、ご覧のような上昇幅になる。つまり今期の営業利益におけるサプライズというのは非常に重要になってくるんだなと。当たり前ですけれども、それを 5% 以上サプライズがあった銘柄だけに絞ると、さらに株価の反応というのは平均的に向上して 4% になってくるわけです。そうすると、先ほどのリストでもご覧いただいたように、今期の営業利益のサプライズというのは非常に重要な寄与度の高い項目だなというのがわかりますね。それでは次に順番にですね、売上高についてはどうなのか、プラスのサプライズだったものをピックアップしてみると、今度は 4.2% まで向上してきた。営業利益ほどではないけど、売上高の今期の予想についても、ある程度株価に対しては反応してくれるんだなというわけですので、この売上高のサプライズ、今期における数字というのも条件として残してみます。そして次に加えるのは、24年の前期の数字、営業利益について、どれくらいサプライズがあったかというのをプラスのものだけ絞ると、さらに株価の反応は向上して 4.5%。つまり前期の営業利益のサプライズというのもある程度株価に対して反応を見せますねということなんですが、次に売上高前期の数字に関してどれくらいサプライズがあったか、正のものだけ取ってきても、一番右の株価反応をご覧いただくと 4.2% に下がるわけですね。つまり前期の売上高に関してサプライズがプラスであろうが、あまり株価に関して寄与度は見られないということです。ですのでこの項目は一旦外しましょう。さて項目大きく段階を変えて、各銘柄において決算よりも前の段階でどれくらい期待値が上乗せされてきたか。つまりマーケットで直近四半期に盛り上がっているような銘柄ですね。この今期の営業利益について0以上だったものを持ってくると、今度株価の反応は 5.1% に上昇したわけです。つまり決算よりも前の段階で期待値が膨らんでいる。それも今期の営業利益について、これも結構寄与度が高いんだなというふうにわかるわけです。しかし、売上高について期待値が膨らんでいるか条件に付け加えても、また株価の反応というのは上昇しなかった 4.9% とわずかに下がったわけですので、売上高についてもあまり意味がないなと。さて、前期における営業利益、これが決算前の段階で期待が膨らんでいる、つまりハードルが上がってくることに関して意味があるのかご覧いただきますと、5.1% に数字が戻った。これはですね、前期の営業利益が期待膨らんでいるかいないか、この条件をつけようがつけまいが同じ株価反応になっているということです。ですので株価反応に対する寄与度が高いかどうか、その候補として挙げられるのは枠で囲んでいる4つ。特に左から順番に決算発表における今期の予想、営業利益、売上高の順番、そして実際終わった前期の営業利益のサプライズですね。さらに事前のハードルとしてもう終わる期の期待ではなく次の期の営業利益の期待値、これが盛り上がっている銘柄というのは株価の反応が大きく出やすいと。ですのでこの4項目に絞ってリストを見てみますと、こちら決算発表において今期の営業利益の見通しが予想よりも 5% 以上乖離したもの、これを中心として前期の営業利益のサプライズがプラスになっているものというのをピックアップしました。その中で株価反応がマイナス大きいものピックアップすると、1000銘柄のうちわずかご覧いただいている12銘柄しか出てきません。さて今回株価騙し銘柄の候補としてピックアップするのはこちらの12銘柄のうち期待成長率、つまりマーケットでついている PER、これをもとに将来の利益水準がどれくらい膨らんでいくか、PER が高い銘柄の方がマーケットが期待している利益水準の伸び方というのは大きくなるわけですね。これも別の動画でお話ししましたので、どういうことか詳しく知りたい方はぜひ概要欄から動画ご覧いただければと思いますけれども、寄与度が高い項目についてしっかりとプラスの数字が出ているにもかかわらず株価の反応がマイナスになったもの、リストの中でも特に国際エレクトリックとスクリーンホールディングス、この2銘柄を決算後の株価騙し銘柄の候補としてピックアップしたいと思います。具体的なデータご覧いただきますと、まず国際エレクトリックですけれども、項目に関しては前期の実績値と今期の予想値を左と右でそれぞれ年末から4月末にかけてのマーケット予想の変化と
会社の決算の発表による数字というのを並べています。まず左側前期の実績値ご覧いただきますと、4月末にかけて売上高の変化はあまり見られませんが、営業利益以降、利益水準に関しては3、4% の期待値の上乗せがマーケットでされていた。それに対して実際の決算発表については、それをも 2% 上回る営業利益、純利益に関しては期待よりも 7% 上回る数字で発表された。サプライズとしてはいい方向だったわけですね。さらに今期の見通しに関しては、年末と4月末の時点では変化はありませんけれども、会社の実際発表した数字に関しては 30% 弱の利益水準の伸びが見通しとして発表されたわけですね。実際速報でも想定通りといったような捉えられ方。悪かった面としては、実績値における通期ではなく第4四半期。これが前年同期比でマイナス 40% と、大型案件の剥落、受注高が500億円程度減少したんではないかと。そういったところを過度にネガティブに捉えて、株価の反応としては大きなマイナスに出ている状況かと思われます。実際当チャンネルで独自に分析している銘柄特性5項目の5段階評価、グロースのところご覧いただきますと D 評価と少し成長性落ちてきているという評価もありますので、回復途上ではありますが、クオリティも高い銘柄ですので、このあたり決算魂の候補としては期待していきたい銘柄の一つです。続きましてスクリーンホールディングス。こちらに関しても先ほどと同様に前期の実績値については利益水準がサプライズ6から 10% とマーケットの期待値をしっかり上回ってきたわけですね。そして今期の見通しについても4月末までの間に若干上がっていたハードルというのを優に超える 10% 弱のサプライズがあったにもかかわらず、こちら決算発表翌日の株価は2桁%のマイナスとかなり大幅な落ち込みになりました。こちら決算発表後の速報では今期見通しの営業利益の項目ですね。1000億円と出ていますけれども、これに対し市場予想は1028億円と、指揮法のデータベース上では930億円という予想がされていたにもかかわらず、そのデータとマーケット予想の乖離というのが生じていた。つまり、今期見通しの1000億円という営業利益は、指揮法予想は上回ったけれども、マーケット期待よりは下回ったと。というのは、株価の中ですでに指揮法予想以上の期待値が織り込まれていたということになります。指揮法のデータベース、今ご覧いただいている表で営業利益だけをとっても、4月末時点の今期見通しについてすでに930億と、前期の実績値よりも下回っている数字になっています。ですので、もともと決算発表前の株価というのは、マーケットで指揮法以上に下駄を吐いた期待値、これを元に形成されていた株価ですので、多少調整が入ってくるかとは思いますが、基本のシナリオとしては、指揮法同士の数字を見比べていただいても、利益水準は 5-6% の成長を想定している。あとはコストとの見合い、収益性や株主還元といったところが、マーケットの期待には織り込まれていますので、そのあたり好転してくれると、株価の反応としても反動ついてくるんではないかと思われます。それでは今度は先ほどの株価反応に対する優位性がある項目について、すべてマイナスの方向に条件を変えたときに出てくる銘柄、つまりマーケットでは期待値があまり高くなかったにもかかわらず、さらにその下を行った銘柄ですね。リアルに決算がクソだった銘柄。その中で期待成長率の項目が高めの数字、つまり PR といった指標が割高の数字になっているにもかかわらず、決算のサプライズというのがかなり下回ってしまった。今後も株価の反応としては気をつけて見ていった方がいいような銘柄ですね。太陽誘電やアドバンテスト。このあたり例えば太陽誘電ですと、決算発表までどのような推移をたどったか。まず前期の実績値について年末から4月末にかけてマーケットで営業利益マイナス 33%、純利益に関してはマイナス 70% と大幅な減益になることがすでに想定されていました。ですので実際の決算がその直前の予想に対して特に純利益プラス 177% と上に乖離したとはいえ、もともと年末時点で想定されていたよりは下回っていますし、単純に数字のあやですね、マイナス 70% の後にプラス 177% を記録しても元の数字には戻ってこないと
非常に苦しい年度だったことに変わりはないと。それに加えて今期の見通しについてもハードルが年末から4月末にかけて 10% 程度下がっていたにもかかわらず、会社が発表した見通しというのはマイナス 33% から 45% と、今期についても非常に業績が苦しそうなしんどい決算を出した銘柄ですね。PER の水準から高い期待成長率がマーケットで織り込まれているにもかかわらず、グロースの項目は D 評価と、例えば稼働率が上がってきたりといったところが確認されてくれば状況変わってくるかもしれませんが、非常に決算としては残念な内容、シビアに今後も見ていかなければいけない銘柄の一つかと思います。最後にアドバンテストですね。この銘柄に関しても今期の見通し営業利益でマイナス 44% と、もともと1600億円を期待されていたところが900億円しか保守的に出さなかったので、非常に悪い印象を与えました。また前期の実績についても、年末から4月末にかけて非常にマーケットでは期待値上がっていましたが、実際に発表された前期の実績値は、売上高以外利益水準は各項目とももともと年末に予想されていたような水準感で出てきましたので、こちらに関しても物足りないと。ただこちらの銘柄、クオリティ指標、財務状況というのは A 評価、非常に健全性の高い銘柄と評価されていますので、今期の見通しに関しては非常に苦しい数字、生成 AI 関連などのマーケットの盛り上がりなどを見て、もしかしたら情報修正もあるかもしれない。非常に保守的に出している数字ではありますので、そのあたり勘案しながら投資のご判断いただければと思います。ということで決算前後、今ご紹介した4銘柄ですね。どんな風な動きしているかご覧いただきますと、先にご紹介した国際エレクトリックスクリーンホールディングスに関しては5月10日前後のところですね、大きく下落していますけれども、ここから株価騙し銘柄の候補として、ある程度反動力取り戻してほしいような銘柄です。そして後半でご紹介した太陽誘電とアドバンテスト、実際決算内容があまりに失望感の強い内容だった2銘柄ですけれども、太陽誘電に関しては引き続き非常にシビアな見方。一方でアドバンテストに関しては、海外の主要な半導体銘柄の動向も踏まえながら、足元では4月末の決算を取り返しているような動きになっています。ということで今回は決算通過後、マーケットの期待値と株価の反応について、そして本当に失望感の大きい残念決算だった銘柄リストと、よくよく捉えたらそんなに悪くないんじゃないか、騙しの可能性がある銘柄リストというのをご覧いただきました。それぞれの今後の展開、またこちらのチャンネルで行っている決算分析、少しでも興味があるよと思っていただける方は、よろしければ高評価、チャンネル登録していただけますと幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。